ハイタイ、長峰かなです。プチ沖縄トラベラーへメンソーレ。私はスタジオから沖縄大好きな外国人2人、バンソンとクリスタルの行方を見守りながら、うちなーんちの目線でコメントさせていただきます。早速見ていきましょう。お二人、ウニゲーサビラ。パテパテパテ。バンソンさん、はい。何やってるの？今日はね、沖縄のある動物について勉強したいと思ってるので、今ねそれを探してるの。何の動物？パテ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 。ハブ。ハブはダメでしょ。めっちゃ危ないじゃん。分かった。まあしょうがないか。Anyway, it seems like today we're going to be learning about Okinawa's famous habu, which is a type of pit viper, and that is native to the Ryukyu Islands. ハブはね本当に沖縄では有名なヘビで、例えばお酒にされたりもするし、あとよくね沖縄散歩するとハブ注意とかみたいな看板をよく見かけるから、すごく不思議な光景ではあるんですけれども、よく考えればハブのことってあんまりわからないんだよね。沖縄にいるっていうことだけ知ってて、もうどういう生活してるのかとか何にもわからないから、今日はハブについて勉強してもっと分かり合えたらいいなって思ってます。分かり合う？まあ一方的にこっちが分かるだけでもいいんだけれども、とりあえずお勉強早速いきましょう。せーの、レッツゴーやー。さあ、今回のテーマは沖縄のハブなんですね。学校の帰り道に畑道を歩いてたら、ハブの抜け殻だっていうのがちょっと何回か遭遇したことはあるんですけど、やっぱその時ヒヤってしますよね。実は私ハブが苦手で、今までハブについてじっくり学んだことがないんです。なので今回2人の旅をきっかけにハブの魅力を知れたらいいなと思ってます。お二人ちょっとリアクションも気になりますよね。それではどうぞ。さあ、ハブについてのお勉強なんですけれども、今日はですね沖縄ワールドの中にあるこちらハブミュージアムパーク、ハブ博物公園の方で勉強できますので、まずこちらはどういった場所かと言いますとですね、40年ほど前にハブの研究施設から派生したものになっておりますけれども、こちらがですね毒ヘビ研究者が集まる国際会議の場にもなったぐらいのハブについていろんなものが展示されたり、すっごい豊富な情報がたくさんありますので見に行きたいと思います。緊張してます。どうしたのクリスタルさん、もしかしたらヘビが苦手ですか？少しだけ。少しだけ。じゃあ適度な距離で今日見に行きましょう。レッツゴー。So many snakes。ヘビたくさんですね。こんにちは。こんにちは。そう、このハブ博物公園に入るのは僕初めてなんですけれども。いらっしゃいませ。はい。沖縄ではハブは有名なんですが、よく考えればハブのことそんなに知らないんですよね。なのでハブとはまず説明お願いしてもいいですか？ハブっていうのはヘビの中の種類の一つではあるんですけれども、ざっくり言うと沖縄県に住んでいる毒ヘビになります。結構やはり強い毒ですよね。そうですね。毒性もあるんですけれども、やっぱり沖縄県の中では結構攻撃性が高かったりとか、あとは結構体に対しての攻撃の距離がちょっと広かったりとかっていうのもあって、それで結構まだハブに噛まれますみたいな被害はあったりはしますね。まあこれだけ聞くとねすごい怖い感じなんですけれども、すごく怖いです。すごく怖そうですね。すごく怖いなんですけれども、ハブっていうのは沖縄のどこにでもいるんですか？ちょっと後ろの方に今地図がございますが、島によってはハブがいる島といない島っていうのもございまして。いる島といない島なんかの好みかなんかで。諸説はあるんですけれども、一番よく聞くのは昔海面が上昇した時に島が沈んじゃって、その時にヘビがいなくなって、また海面が下がった時に島が出てきて、
で今は人が住んでる島だけどヘビがいないとか、いない島に行きたいんです。いない島に行きたいそうです。これを押せばわかるってことですか？そうですね、ランプをボタンを押していただくと赤いランプが光ってるところ、こちら側ですね、本ハブって呼ばれるタイプの一番じゃあメインのハブ、これはじゃあ沖縄本島ですよね。本島の方で、広く見られますね。残念でしたね。引っ越します。いや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 、そんなこと言わずに。この先島ハブっていうのは違う種類ですか？そうですね、ハブの仲間ではあるんですけど、また先島諸島っていう、押していただいたら今先島諸島の方光るんですけど、石垣ですね。そうですね。石垣、西表とかの先島諸島に住んでるハブさんです。で最後は姫ハブ、お姫様の姫ですか？姫、日本の名前の傾向だとちょっと小型のやつに姫ってつく傾向があります。小型じゃちょっとちっちゃい。こちらはどこかな？ほんとケラマ諸島とか、逆を言えばいない場所ってどこになるのかな？よくそう言われるの、よく目につくというか有名なのはこの辺、宮古島らへんにはないですね。この辺だと南大東島、北大東島、あとは久高島や津堅島。久高島は神様の島なので、そうですね、神様がきっとハブをみんなね排除してくれたということですよね。まずハブは何を食べているかということで、ここに資料ございますが、結構いろんなのが書かれてはいるんですけど、上の方もウサギ、ネズミ、鳥、他のヘビとかトカゲ食べたり、カエルとか魚食べるやつもいたりはします。雑食全体的に肉食ではあります。肉食ではあるんですね、確かに。一応グラフとかもちょっとあるんですけど、ほとんどのやつがネズミとか鳥とかの小型の哺乳類とか食べてます。小型哺乳類なんですね。そうですね、こういう感じでネズミ食べたりとか、ちっちゃいハブとかやっぱネズミ食べきれない子たちもいるんで、そういうやつはカエル食べたりとかヤモリ食べたりとかもしてます。見て、この口の広がり方よ。口の広がり方。結構開くんですよ。すごいですね。この剥製。すごい。待って怖い。どんな筋肉がっていう。でもう一つ、ハブの場合だと熱センサー、ピット器官と呼ばれるものを持ってまして、熱センサー、これで葉っぱの隙間とかに隠れてるネズミとかも熱センサー使ったら見えたりもするんで、そういうのを使って餌探して取ったりとかしてます。じゃあハブの卵はこんな感じですね。意外と大きいですね。そうですね。卵に見えるんです。ね、もうちょっと細長いっていうか、結構な数産むんですか？そうですね。だいたいこれぐらいの数か、あとは若いか、ちょっと産み慣れてるかとかによってもちょっと卵の大きさとか個数が少し変わってきたりもしますね。慣れてるとなんかそうですね。産み上手になるんだ。そうなんですよ。なんか変わってますね、ハブさん。もう白いある意味。横はもしかしたら孵化とかの写真ですか？孵化の写真なんですけど、で鼻先の方に最初出てきて、でもちょっと可愛いかも。で顔が出てきてどんどんペンって出てきて。いやハブの生態や種類についても詳しく学べて、ハブのことなら何でもわかる資料館になってるんですね。なんか展示も生々しいものもあって、クリスタルの特に表情なんか皆さん見てみてください。まだハブの魅力知ってないかもしれないですね。続きどうぞ。では実際に生きたハブたちも見ていきましょう。どうぞ。お願いします。こちらですね、姫ハブって呼ばれる、結構太短いタイプのヘビさんですね。おっとり系で、そうですね。動き結構鈍めで、鈍めで、これで可愛らしいです。隣先島ハブって言って、これ先島諸島にいるハブですね。ちょっと細くて短めな子が多い気はしますね。こちら久米島に住んでるハブ。久米諸島、色が濃い感じですね。そうですね。で、お隣が金ハブって呼ばれるタイプで、本ハブの中でも特に黄色みが強いタイプの子になります。なるほどですね。またお隣が銀ハブ。逆にこの黄色みがもうほぼ抜けて白っぽくなってる子を白っぽくなってますし、目もなんか銀色ですよね。そうですね。やっぱ黄色みが薄れてきてるんで白っぽい子になります。お隣が徳之島に住んでる徳之島ハブ。最後がこれも本ハブですね。結構気は荒めというか、ちょっとスタッフ扱ってる分もちょっと怖かったりするところありますね。じゃあちょっと危険なんだね。荒めです。なるほど。あとはうちハブのショーとかもやってまして、もっと楽しくハブのことについて知っていただいたりも
できます。そうですね、実は先ほど見させていただいたんですけれども、それもそれでまたね、ハブの意外な一面が見れたりとか、はすごく面白かったですし、あとハブって言えばやっぱりね、よく観光客の方がお土産に買って帰るハブ酒とかも有名ですよね。そうですね、うちでも実際ハブ酒作っておりまして、まあ、ハブ酒うちではまあ薬草酒にまあハブをつけているんですけども、ハブの毒がやっぱ元をたどればタンパク質になりますので、はいそういうのがお酒でまあ分解されてタンパク質に戻った後、これが滋養強壮にいいっていうことで、はい、ハブ酒を飲むとまあ滋養強壮にいいって言われてます。まあ、その他にもまあハブ、沖縄の暮らしというか、まあ、着物の柄のヒントにされてたりとか、今はまあ革とかを使ったアクセサリーなんかも販売されてたりもします。あ、なるほどですね。ちょっとじゃあ次はそういうハブの皮を使ったアクセサリーを作ってるお店に行ってみたいと思います。ありがとうございました。ありがとう本日すごいございます勉強になりました。うわー、すごい今回見応えありましたね。最後のハブの映像なんかカメラマンさんがぐっと寄ってましたけど、なんかちょっと微妙に震えてるような感じもありましたよね。いや、皆さんいかがでしたか。今回はこのハブ博物公園にてハブのあれこれ勉強していきましたが、子どもたちからも大人気のスポットでハブのこと知りたいという声もたくさんあるらしいんですね。で、最初は怖いなとか、どうしようっていう子どもたちもいるようなんですが、博物館を回って最後はちょっとハブに触ってみたいなっていうなんかリアクションもあるみたいなんです。でもクリスタルはなんか最後までね怖がってましたよね。さて次回ですね、バンソンさんとクリスタルが次のスポットで実際駆除されたハブが現在どのように活用されているのか、生き物の命を無駄にしない素敵な試みのあるお店や、そこから生まれた商品などを紹介していきますので、どうぞ皆さんお楽しみに。お二人今日もありがとうございました。今日もお二人に沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をよろしく。うにげーさびらうんじくみそうりよ。